皆さんこんにちは。フットボール天国へようこそ。ようこそ。さて今日はリーグ最下位に沈む横浜 F マリノスと同じく降格圏に沈んでいた FC 東京、対照的な両チームの打開について触れていきたいと思います。どちらのチームも現状に対する打開を試みたのですが、その対応方法が真逆の形となっており、その点について話していきたいと思います。その両チームの対照的な打開策とは。まずは J リーグ界に激震が走ったビッグニュースからお伝えしていきたいと思います。なんと名門横浜 F マリノスがパトリック・キスノーボ監督を解任、そして後任には元サガン鳥栖の河合健太氏の就任が決定的となりました。クラブ史上初のシーズン2度目の監督交代というまさに非常事態ですね。まずは J リーグ最下位に沈むマリノスの現状とこの異例の監督人事について深掘りしていきましょう。マリノスの深刻な低迷と監督交代の歴史。まずはマリノスの現状から見ていきましょう。横浜 F マリノスは J リーグのオリジナル10の一つで J1 リーグで5度の優勝を誇る名門クラブなんですよね。はい。ところが2025年シーズンは開幕から深刻な不振に陥っていて J1 リーグ20節終了時点で最下位の20位に沈んでいます。クラブ史上初の J2 降格の危機に直面しているんです。昨年2024年シーズンも成績不振でハリー・キューエル監督が解任されていましたし、その流れを受けて2025年シーズンに向けて強化責任者として西野努 SD が就任、そして新監督としてスティーブ・ホーランド氏を招聘したはずなんですが、残念ながらそのホーランド監督も期待された結果を出せず2025年4月18日に解任されてしまいました。 J1 リーグ11試合で1勝5分5敗と低迷し、リーグ戦での不振、特に後半の試合内容や選手の士気の低下が解任の決定打になったとされています。キスノーボ監督の短い指揮と戦術的課題。ホーランド監督の解任後、チームの立て直しを託されたのがヘッドコーチだったパトリック・キスノーボ氏でしたね。最初は暫定監督として指揮を取り、その後正式監督に昇格したと。その通りです。キスノーボ氏は44歳で元オーストラリア代表 DF として活躍し、シティフットボールグループ CFG の推薦もあり、クラブのアタッキングフットボールを継承できる候補として期待されていましたね。期待も大きかったと思うんですが、彼の戦術が大きく批判を浴びることになりましたよね。はい、キスノーボ監督は従来の横浜 F マリノスのポゼッションを基盤としたアタッキングフットボールを封印し、ロングボールを多用する戦術にシフトしたんです。これは守備の安定を優先した変更とされましたが、結果的に攻撃の迫力を欠き、ファンやメディアから批判を浴びました。リーグ戦では6連敗を記録するなど低迷が続き、決定打となったのが6月11日の天皇杯2回戦で JFL のラインメール青森に敗れるという屈辱的な結果でした。そして J1 リーグ第20節のアルビレックス新潟戦での完敗が解任の引き金となりました。指揮した公式戦10試合で2勝8敗と期待された巻き返しは実現できませんでしたね。ただその2勝は町田と鹿島からということを忘れてはいけないと思う。ようやく結果が出始めたタイミングで、果たして今監督を切るタイミングだったのでしょうか。河合健太氏の就任、その指導スタイルと懸念。キスノーボ監督の解任と同時に後任として名前が挙がったのが元サガン鳥栖監督の河合健太氏ですね。44歳で愛媛 FC やサガン鳥栖での監督経験を持つ方だと。はい、河合氏はゴールにこだわる攻撃的なサッカーを掲げ、創造性や変化を重視する戦術家として評価されています。鳥栖時代はショートパスを多用したポゼッションサッカーを目指していました。若手選手を積極的に起用する姿勢も評価されていますね。その点はマリノスの近年のアタッキングフットボールに合致する可能性もありますよね。
その可能性はあります。しかし一方で懸念も指摘されています。特に鳥栖時代は守備の脆さや失点の多さが課題として挙げられていました。シーズン後半の戦績3勝5分7敗にも不満を持つサポーターが多かったようです。 J1 最下位で降格争いをしている現状のマリノスにとって守備の安定は喫緊の課題ですから、この点は気になりますね。その通りです。 X やネット掲示板では残留を目指すなら守備重視の監督が適切ではという意見が散見されます。キスノーボ監督のロングボール戦術とは真逆とも評される河合氏のスタイルに選手たちが短期間で当て号できるかも課題ですね。メディアの反応とフロントへの不信感。この河合氏の就任に対してファンやメディアの反応についてもう少し深掘りしていきましょう。印象はどうなんでしょうか。 X の投稿からは期待と懸念の両方が見られます。肯定的な意見としては好きな監督なので期待、情熱や選手をまとめる力に注目といった声があります。またマリノスの選手なら理想に近づけられるという楽観的な意見もありますね。なるほど、攻撃的なサッカーに期待する声があるんですね。一方で否定的な意見も非常に多いです。多くのユーザーが河合氏の戦術がマリノスの現状に適合するか疑問視しており、残留を目指すなら守備重視の監督が適切という声が目立ちます。ネット掲示板ではプロは結果が全てと河合氏の攻撃的なスタイルが残留争いに適さないと批判する声も。シーズン途中での就任という点も不安材料として挙げられていますか？はい、キャンプから任せてこそ力を発揮する監督という指摘や急激な戦術変更に選手が適応できるか不安視する意見も多く見られます。そしてもう一つ大きな問題として指摘されているのがフロントの不透明な意思決定プロセスですよね。はい、その通りです。報道によると河合氏の招聘は一部の上層部による独断で進められたとされており、クラブ内に不信感が広がっているとされています。これはホーランド監督の招聘時にも見られた問題で、ファンからもフロントの意図がわからないといった投稿が目立つという声が上がっています。西野角見 SD をはじめとするフロントの責任が厳しく問われています。で、ここからは個人的にこの人事の感想を述べさせてもらうと、何も成長していないというのが正直な感想です。安西先現在のマリノスの根本的な問題への理解のなさ、そして残留争いに関しての経験値の浅さからくる圧倒的な楽観視、この2点が事態の深刻化を招いています。結構ボロクソに言われますね。現状を目の前にしても全く現実が見えていないあたりは、親会社もこんな感じでボロボロになっているんやろうなとか思ってしまいます。では伺います。現在のマリノスの根本的な問題とは何でしょう。現在のマリノスの一番の問題点はこれです。この全体のプレスバック、ウォルシュとかを見てもなんかもう諦めちゃってるところとかを見てもなんだかなとは思いますよね。もちろん天皇杯2回戦 LINE メール青森戦ですね。最近のマリノスはもしかしたら間に合ったかもしれないというところで間に合わないというか諦めが早い。で、こちらのこの失点は逆のパターンですが、京都の奥川選手はもしかしたらこぼすかもしれないと思った瞬間に加速している。逆にマリノスは誰もそんなことを思っていない。そして失点。他にも相手の2列目の選手からやたらと目を離したり、今季のマリノスは注意散漫な守備が目立つ。手を入れるのはここからだろう。それに一つ昔話をしよほう、伺いましょう。かつてな、攻撃サッカーを標榜した名門チームがあったんじゃよ。う。今もありますけどね。そのチームは二部降格の危機の最中、それでも攻撃サッカーを貫き通したんじゃ。その結果その結果、最強の攻撃力を誇りつつ見事に二部降格を果たしたんじゃ。ダメじゃねえか。そのチームはお笑い降格として未だに語り継がれる
いろんな意味で伝説となった。そして伝説へとなったわけですね。最強の攻撃力を持ちながら J2 落ち、さながら見事に落ちがついたわけですが、 J2 落ちだけに。それでこの話をまだ続きがある。何ですか？その後再び昇格して三冠王者とかになったりもしたんじゃが、ありましたね。2022年再び降格の危機が訪れたのじゃ。またですか。どこが名門なんですか？以前の経験を踏まえたフロントの動きは早かった。理想としていたサッカーを諦め、前線のフォワードパトリック選手めがけてロングボールを蹴る、ひたすら単調なカウンターサッカーに終始したんじゃ。前も言っていたパトポンってやつですね。そして今度はなんとか一部残留を成し遂げたんじゃ。つまり一部残留のために必要なのは、恥も外聞も理想のサッカーも捨てて、ひたすら J1 に残るためのサッカーをするべしということですね。ほほほ、年寄りの思い出話じゃよ。本格的に老人になられてもこっちは困るんですけど。今後の課題とマリノスの行方。クラブ史上初のシーズン2度の監督交代という異例の事態に陥っているマリノス。今後の課題は山積していますね。はい。河合氏の攻撃的な戦術がマリノスの選手に適合する可能性はあるものの、シーズン残り試合での戦術浸透ら守備の立て直しが急務です。ファンからは時間を与えれば可能性はあるが即効性は期待しにくいとの声が多く、残留争いにおける現実的な戦略が求められています。名門クラブが降格圏に沈み、フロントの迷走も指摘されている非常に厳しい状況ですね。まさに正念場です。河合新監督がこの危機的な状況でチームをどこまで立て直せるか、そしてフロントはどのような説明責任を果たしていくのか、今後の動向に注目が集まりますね。フットボール天国。さて、続きまして FC 東京の話題です。この動画のサムネに変えたけど変わらないマリノスと変えていないのに変わった FC 東京とあります。これまでの話題で監督変えても根本のところで変わっていないマリノスという意味合いなのはなんとなく伝わってきましたが、 FC 東京に関してはどういう意味なのでしょうか。 FC 東京は監督を変えていません。変えたのはシステムの方です。さて、この動画の投稿者が以前作成したこの動画の中で FC 東京について何て話していたか覚えていますか？まだリーグ開幕間もない頃の動画ですね。確かざっくり要約すると、この編成でポゼッションやるなら4バックの方がいいとか、でもトップ下がいない、間接的にですが中川選手とかはサイドの選手だから東選手くらいしかトップ下がいないとかで、これが6月14日のセレッソ戦のスタメンです。4バックでマジで東選手がトップ下やってる。どっちが強い弱いの話ではなく、今の FC 東京にはこちらの方がシンプルで良いと思う。さて、ここからはでは松橋監督はなぜ4バックへ変更したのかについて深掘りしていこ松橋監督、なぜ4バックへ？まず最初にやっぱり監督自身の考え方から知りたいです。はい、松橋監督は以前から選手の能力や特徴を最大限に引き出すことを重視する指導者として知られています。特に5月25日の広島戦後のコメントで、フォーメーションがどうのこうのというよりも選手の特徴の最大値をどう出せるかと語っているんです。つまり戦術よりも選手を最適な配置にするということが最優先なんですね。なるほど、選手ありきという感じですね。具体的にどんな選手が影響したんでしょう？室谷聖奈選手の復帰が大きかった可能性があります。
室谷選手はサイドバックとしての経験が豊富で、特に4バックのシステムでは攻撃的な役割も果たせる選手です。彼の復帰によってサイドの攻守のバランスを強化するために4バックを選択したという見方ができます。でも4バックって聞くとやっぱり守備を安定させるためというイメージも強いです。その辺はどうだったんでしょう？その点も重要なポイントです。セレッソ戦は守備面を強化したとは言えないという意見もありましたが、一方でカウンター攻撃への転換がチームの明確な変化として挙げられています。カウンターですか？セレッソ大阪は攻撃力が高く、特にサイド攻撃が速い展開を得意とするチームです。3バックだとサイドの守備が手薄になるリスクがあり、セレッソのウィングやサイドバックの攻撃に対応しきれなかった可能性があります。なるほど、サイドを狙われた時に守りきれないと。そこで4バックに変更することでサイドバックの守備負担を明確化し、守備の枚数を増やしてバランスを取ろうとしたと考えられます。また松橋監督は攻撃的なサッカーを志向しており、相手陣営でのプレー時間やボール保持率を上げ、アタッキングサードへの侵入回数を増やすことを目指しています。4バックにすることでサイドバックが攻撃参加しやすくなり、カウンター時の推進力を強化できた可能性も指摘されています。で、結果は引き分けですが、3試合ぶりの勝ち点獲得、降格圏も脱出、ショルツ、長倉などの補強もあり、この試合は引き分けに終わったが、とりあえず FC 東京は大丈夫かなと思わせる一戦となったと思います。なるほど。 FC 東京に関しては監督を変えていないけどシステムを変えて、しかもまずまずの結果ということですね。 FC 東京は降格圏を脱出し、新潟は同じ降格圏のマリノスを撃破。対してマリノスは19位のチームに1試合ではひっくり返せない勝ち点5差、監督解任。本当にたった一節だけの話ですけど、明暗が分かれた感じですね。 FC 東京の松橋監督はアルビレックス新潟で残留争いを経験済み。そのあたりも今回のシステム変更に走った理由の一つかもしれません。今日は横浜 F マリノスの激動の監督交代劇と FC 東京のシステム変更について解説してきました。皆さんのマリノスの現状、そして河合新監督や松橋監督への期待や懸念についてぜひコメント欄で教えてください。シーズン中での戦術変更、そして守備の立て直しは容易ではないと思いますが、マリノスにはぜひ J1 残留を果たしてほしいですね。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。